おはようございます。たかしです。本日は7月18日火曜日、ただいま9時28分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは少しわかりにくいんですが、下髭、上髭の陰線となってきております。ここのところ2日連続陽線が出て、ただこの金曜日の陽線ですね、上髭、下髭が多く出てますねっていう話を週末にお話ししていたんですが、その影響もあって昨日は上げ渋った、そんな感じのローソク足に見えてきます。現在は冷やしのこのトレンドラインですね、このオレンジのトレンドラインにかろうじてサポートされて、ここから上昇していけるのかっていうところですが、マクディがもうちょっと弱いので上値はまだしばらく重そうです。本日明日ぐらいまでは上値が重いのかな。ただその中でもじりじりと上昇するかもしれませんが、上値が重いということは強く上昇しても結構大きめに戻されたりとか、深めの押しをつけてからの上昇になるとか、そういうような動きをしがちになりますので、基本的には冷やしでは今上昇トレンド中で、現在はここから反発上昇していくのかというところにあるんですけれども、それでもしっかり引きつけてエントリーしていかないと大きめの調整下落っていうことも考えられますので、その辺は注意ですね。もしここからまた下落するのであれば、この 23.6% の177円ぐらいまでの下落を見ておきたいんですが、今冷やしの GMMA で反発してきてますので、おそらく一旦は直近高値を目指してくると思います。そしてそこでどうなるかですね。ダブルトップでの下落になるのか、ここを超えてこられるのかっていうところに今は注目です。では4時間足です。4時間足に入る前に一つお知らせをさせてください。しばらく休止してました FX テキストの販売を再開しました。7月いっぱいは1割引きで販売します。また8月から値上げをしますので、購入は今が断然お得です。詳細は概要欄をご覧ください。それでは4時間足見ていきましょう。現在は GMMA の青帯横ばいですので、現在レンジを想定しておくのがいいと思います。もちろんここを上抜けて GMMA にサポートされれば次の上昇、こんな動きですね。こんな感じの上昇がイメージできるんですが、現在は GMMA が横ばいですので、これを明確に上抜けて次サポートされるまでは上下を繰り返す、そんな動きになりがちになりますので、あまりここからどんどん上昇するとか、レンジなのでもちろん下落をする可能性もありますが、どんどん上昇する、どんどん下落するというよりは、まずこのレンジ後どうなるかっていうところを見ておくのがいいと思います。上昇のイメージとしてはこんな感じですけれども、下落してきた場合は先ほど言いましたように、一旦この安値180円ぐらいを目指す可能性がありますので、まず下落してきた場合は昨日安値とか1時間足の目線切り替えポイントの 180.2 付近、そのあたりまでの下落を待って、そこからの次の上昇っていうのをイメージしておくといいと思います。ただ昨日もそうですし、ここのところずっと安値を切り上げてきているんですね。ですので、基本的には下がったところを買っていく。1時間足でお話ししますが、1時間足のトレンドラインがこの辺に引いてあって、そのトレンドラインを明確に下抜けるまでは、今はおしめ買いでやっていくのがいいと思ってます。4時間足も GMMA は横ばいですのでレンジなんですが、その中でもやはり徐々に安値を切り上げてきてますので、基本は上昇していくと考える、この緑の矢印のイメージですね。こういうイメージを持っておくのがいいですね。そして売りで考えるならこのラインですね。このオレンジのライン、ここダブルトップみたいになっているんですが、そのネックラインに当たるところ、そこが今意識されているのがわかりますよね。そのあたりまで来ると、昨日も長い下髭を出してますので、これです。わかりますかね。ここ長い下髭出しているので、このあたりではまた売りが入りやすくなってきてますので、本日も 182.2 ぐらいまで上昇してくると、そこからは売り圧力が入りやすくなってきますので、その辺は注意です。逆に言えばそこを上抜けてくる、この緑の矢印のような動きをしてくると、次は大きく上昇していく可能性がありますので、その辺注目ですね。では1時間足です。先ほど言ってました1時間足のトレンドラインがこれですね。昨日も言ってたんですが、これを下抜けるまではおしめ買いでやっていくのがいいですねということをお話ししてました。ただ昨日ですね、一旦ここ下抜けてきたんですね。でも下抜けた後すぐ次の陽線でそこを巻き返しておりますので、ここの下抜け部分は騙しということになりますので、ここからこういうところでエントリーするのじゃなく、もし下抜けたのであれば次上げ止まりを待ってからの戻り売りというところを考えていかないと、こういうところで捕まると最
安値で売りを仕掛けてしまって、そこから大きく戻されてしまうっていうことがありますので、そういうところは注意ですね。今はまだトレンドラインを割っていませんので、基本的には上昇トレンド中。現在はここでアセンディングトライアングルを描くような、そんな形にも見えてきますね。ですので、まずは直近高値 182.2 ぐらいまでの上昇をイメージしますが、今のところ徐々に安値を切り上げてきてますので、また 182.2 ぐらいまで上昇してくれば、そこからもし下落したとしても、次の下落でも安値を切り上げるようであれば、ここを上抜けてくるんだろうと思った方がいいと思います。もしこの安値の切り上げっていうのを崩してくれば、そこからは下落に入る可能性がありますので、その辺は注目ですね。昨日もそうなんですけれども、ここのところ上がったり下がったりっていうのを結構繰り返してます。難しい動きになってますので、自分の目線をしっかり持っていく。売りでやるのか、買いでやるのか、そしてどの時間軸を見ているのかっていうところによって、その売りなのか買いなのかっていうところも変わってきますので、その辺自分のトレードする時間軸をしっかり持って、そこに沿ってトレードしていく。売りだと思っているのに上がっていったから買いに転換しようってすると自分の軸がブレますので、売りの根拠を持って、そしてその条件を満たすのであればそこからエントリーするみたいにしていかないと、上がったから買おうとか下がったから売ろうっていう風なトレードをしていると、あっち行ってもこっち行っても負けますので、そこ相場に振り回されないようにしていく。自分の時間軸をしっかり持って目線をしっかり固定してやっていく。もちろんその目線っていうのは見る時間軸によって変わってきますので、自分がどの時間軸でトレードしているのかっていうのをしっかりと定めておくことが大切です。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップではトレードスキルを鍛えるための丁寧な解説動画を毎週更新しています。トレード上達のために欠かせないスキルアップをご希望でしたらメンバーシップをご検討ください。また、環境認識が苦手、安定して勝てないという方は、ポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。プライム会員になれば、日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容となっております。丁寧でわかりやすい解説には定評いただいております。少しでも気になる方は、お早めの行動がお得です。2週間の無料期間がありますので、迷うなら2週間だけでもお試しください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。